勝手気ままな裏レディオイエーイさあ、前回は、ディレクターと、ゲーム開発におけるディレクターとプロデューサーの、役割分担みたいなところについてちょっと軽く触れましたね。あれはなんかこう、ちょっと種になる話だったね、なかなか。そうです。この、ゲーム業界を目指すキッズたちにね。そうです。もう、ゲーム業界入りたいなって思ってる人たちはあれを聞いてもらったら、もうそれをさっと面接で答えてもらったら、分かってるなって。まあそうですな。なりますよね。というわけでね、さらに今日は、お勉強もう一つ。ほうほう。ディベロッパーとパブリッシャーとはという内容ですね。これもそもそも結構、ディベロッパーとパブリッシャーっていうのは、なかなかゲームの業界とか詳しくない人だと、そもそもあんまり耳にしない言葉かなとは思うんですが、これはどういうものかと。なるほど。で、ゲームの会社ってたくさんあるんですけど、まず大きくの2つに分かれてるんですよ。デベロッパーとパブリッシャー。ほうほう。で、パブリッシャーっていうのは、ゲームの販売や、開発もする会社。主に販売をするってところが結構大きいところですね。ほうほう。で、例えば、皆さんがご存知なところで言うと、任天堂さんとか、スクエアエニックスさんとか、セガさん、コナミさん、カプコンさん。海外で言うと、エレクトロニックアーツ、EA とか、アクティビジョンとか、ありますね。で、逆に、ディベロッパーっていうのは、ゲームの開発の専門の会社のことですね。今で言うと、我々プラチナゲームズも、それじゃディベロッパーというところの、枠には入っております。なるほど。で、要するに、ゲームは作るけど、売ってはいないってことね。そうなんです。売ってはいないんですよね。なるほど。で、パブリッシャーの、主な、お仕事っていうと、ゲームの企画や、宣伝や販売や流通なども、含めてやっていると。なるほど。で、例としては、マーケティングの結果などから新しいゲームのタイトルの企画を立ち上げたり、はたまたこういう企画を、こういうゲームを作りましょうという企画を、ディベロッパーの会社に、持って行って、これこれのお金で作っていただけませんかという、交渉をしてゲーム開発を依頼するとか。なるほど。あと、ゲームの販売戦略や広報などの計画を立てていき、ゲームの品質などを管理し、世に送り出すというような、立ち上げから、世に皆さんの手に届くまでを、総合的にこう見ていたりする。大体全般やるのね。そうです、全般って感じです。なんかいろいろ、作って、売って、するわけね。そうです、作っていって、もう、ワイワイもう自分らの、取り分をどんどん取っていくっていうことですね。またそういう黒い話をしだすんだ。いや、我々ディベロッパーはもう、楽しく開発させてるだけでも、とても楽しいのでね。世の中金ですから。お金大事ですから。お金ね、もう、ネギの一番気にかかるところですよね。それは、この世の人、みんなだけでみんな気になりますよ。僕だけじゃないんです。みんな気になるお金の話です。で、デベロッパーは先ほども、言った通り、パブリッシャーから立ち上げたゲームタイトルの開発を依頼されたりをしていると。それを実際に開発して、で、進捗を、ちょこちょこ共有をして、これでいいですよね。面白いですよねって確認しながら、一緒に進めていくと。なるほど。ただ、一方的にそのパブリッシャーの方からゲームを、企画を持ち込まれるだけじゃなくて、例えばうち、プラチナゲームズとかですね、は結構企画を、自社の方で立てて、これを作りたいからちょっと、一緒にできませんかねってパブリッシャーの方に逆提案を持っていくようなことを、やっている会社もありますね。なるほどね。このゲーム、作りたいですよと。作れますよと。そうです。いうようなことをアピっていくわけね。そうです。めっちゃ面白いの考えたから、これ作らせてもらえませんかと。ほんで、金を巻き上げるわけね。そうなんですよ。金を巻き上げて、結果面白いものを作ってしまえばね、みんなが幸せと。なるほどね。ウィンウィンなわけですね。そう、ウィンウィンともにお金がいただけるというところですね。もうパブリッシャーとディベロッパーとユーザーでウィンウィンなわけですね。そんな。これはすごいですな。それが、一番理想の形ですね。で、ディベロッパーはずっとディベロッパーのままなのか、
という、うん。ことに関しては、まあ、いくつかのその会社さんで言うと、まあ、もともとディベロッパーだったところが、まあ、いろいろちょっとその、パブリッシングの方も、やっていったりする会社は、まあ、例としては結構あるみたいですね。ゲームを作ってるけど、そういうなんか、売ったりそうです、そうです。するところも自分のところでやっていくと。そうです、そうです。ほー。で、プラチナゲームズはどうなの？プラチナゲームズは、自社 IP としては、あるんですよ。ほう。どんなものが？まず、我々です。ほ我々は一応、我々、自社の、プラチナゲームズの力を使って、誰の資本も借りずに、生み出された、コンテンツですよ。う。なるほど。私、ギャラもらってないけど。いや、それはもう、後ですよ、後。それ後なんだ。後ですよ、もう後からガッポガッポですよ、我々が何かになった場合は。ほんまやな。はい、そうです、そうです、大丈夫です。めっちゃもらうで。いや、それの場合はね、僕もいただきますから大丈夫ですよ。一緒に頑張っていきましょう。もらうために2人頑張はい、ろうか。頑張りましょう。オッケー。で、例えば例で言うと、レベル5さんとかは、なんか最たる例みたいですね。わかりやすい例みたいです。あ、作って売ってるんだ。そうです、そうです。だから、先ほども、お伝えした通り、パブリッシャーで、要は全部の、要は、開発資金から、何から何まで責任を持つという反面、実際に作ったゲームを映画にしようが、アニメにしようが、グッズにしようが、どう扱おうが、思いのままなわけですよ。そういう意味では、じゃあ、そのプラチナゲームズも我々をこう、映画がするなり、そうです。グッズがするなりも、そうです。自由ってことそうです。我々の映画はもう、なんか2、3分で終わる気がしますけど。それ大スペクタクルですよ。まあでもそういうことです、そういうことです。それ期待できるな。そうなんですよ。だから、まあ、いわば、自社 IP、パブリッシングってのは夢の塊なわけですね。というわけで、まあ、昨今我々プラチナゲームズも自社 IP を持ちたいとのいろいろ言ってるので、そういう野望があるわけです。なるほど。で、そういう野望に乗っかりたいそこのあなたぜひ、プラチナゲームズに応募してね。またねそんな終わり方かよ。そうです。今日はリクルートにしてみました。みんな来てね。バイバイ。さよなら。アストラルチェイン8月30日金曜日発売するよー。あらかじめダウンロードってのもあるんだって。シクヨームズ。よろしくー。